かったらね、天気がいいのもあるかもしれないですね。ありがとうございます。こちら米粉の蒸しパンになりまして、こちら米粉なので電子レンジか蒸し器で温め直してください。いいですか？あって言ってたから、もうちょっとなんか専門的。今塗ってるのって何ですか？豆乳マヨネーズ。豆乳マヨネーズ。あっていう。だからさ、これないよね。今洗濯の方やね。で、あの方はストレートとホットダイとホットダイ。ホットダイだ。そうそうそう。やった分。でね、豆乳プリンになります。そうですね。スープは牛乳も使ってます。米粉の蒸しパンとデザート、あとドリンクも豆乳が選んでいただけますね。じゃあコーヒーだけ。お好みで欲しい人だけ。お揃いですか？はい、ごゆっくりどうぞ。何の意味なの？こちら米粉なので電子レンジか蒸し器で温め直してください。でこちらの方は小麦のパンになりますのでオーブントースターがそうですね、温めていただいてましたらありがとうございます。この車のタイヤの形をしているお麩ですね。これをお水で戻して、でニンニク、生姜、お醤油とお出汁に漬け込んで一晩寝かしてますね。それにこの衣をつけてフライにしているものになります。はい。あと一個かな。パンにマヨネーズ。ポテト。じゃがいも。これは人参と玉ねぎとかぼちゃのスープですね。はい。豆白。お待たせいたしました。マフサンドのランチセットになります。梅ソーダ下に溜まりやすくなるのでかき混ぜながらどうぞお飲みになってくださいね。ありがとうございます。
度目ですね。そうなんですね。はい。で、ここ車風のベーグルがなんか美味しいって聞いて、でも以前来た時それをなぜか外して注文しちゃって、はい。でそれをもう一回食べたいということで、今日来て食べたらやっぱ美味しかったです。こちらは神戸市の重要文化財に指定していただいている建物になりますの。はっきりした年数はわからないんですけど、だいたい260年ぐらいじゃないかっていうふうに言われている建物になります。建物と周りの田んぼとの景観も一緒に文化財になっていますね。大丈夫です。ちょっと今日そうでしょう。ありがとうございます。なんか言ってバジルティー。でなんか年々ちょっと蚊帳とかも高くなってきます。飲まないけどどうしても。なんかああだこうだとか言われないんですかね。あ、でもこれ確認です。ですね。あ、すいません。ありがとうございます。いいよ。今母親が半分最後にずっと母親が一人になってその頃にこちらやったら神戸のタレとか日本とかで部屋に使うようにもしてました。傷みやすくてこう生かしたり修繕とか、そういうのとかもどれが補助で使われちゃったり。何年か前ここへ来させていただいたんや。いいなと思って、今コロナが流行ってたでしょ。それでみんなちょっと忘れてしまって、でもう今やってるのかなと思って来させていただきました。美味しかったですから。やっぱこれなんかちょっと減らした方がいいかもね。あれ多い。ココア生地にチョコチップとオレンジピール、よろしいですか。クリームチーズをお砂糖使いながらね。ピトインで。はい、ありがとうございます。ありがとう。これでお願いします。綺麗に作ってくれるので上手なんでお任せをしてますね。はい。サンドイッチは BLT だけでよろしいですか。はい。白パイです。ありがとうございます。はい、そのレモンティー今から入ります。はい。入れられた箸とか。下手な。そうするよ。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい。のハムサンド。はい。それ同じ？私今作ってくれた。ちょっと話を出してもいいのかなと思ったんだけど。これはごまのプレッツェル。いや言うやん。言われたいよ。いや買った明日のパン買おうなんて言わないもん。言う。ちょっとびっくりしたよね、明日のパン。明日のパン。これテイクアウト。これまで食べる買おうとか言うで。ああ、言うかもしれない。言うよな。うん、おやつに言うよね今食べる。はい。
に住んでみたかったので詳しい方にどこか開くかなっていうふうにご相談してて、たまたまこちらのお家がちょうど出られますっていうことで教えていただいて、それで譲っていただいたっていう経緯が、はい、あります。はい、店はその1年前に、花とねの屋号を挙げまして、ネット販売と、イベント出店を主にしてたんですよ。でも店舗っていうのはここに来て初めて店舗を構えました。はい。まあでも2年あるのか。これすごいな。これをやっていきたいと思います。小麦を1回。これは、秋田の白神小玉っていうところの酵母です。天然酵母って言われてるもので香りがいいので。あ、そうなんです。大きなパン屋さんと小さなパン屋さんと2軒で修行して、で合計4年ぐらい働いてたのかな。で自分でやってみようってなって独立したんですけど、ベーグルに蜂蜜を入れるお店と入れないお店があるんですけど、うちはちょっと食感もふんわり柔らかい食感にしたいので、そのために蜂蜜を使ってます。1歳未満の方が食べれなくなっちゃうので、そこはちょっと悩ましいとこなんですけど、一番シンプルなやつだともう小麦と塩とお水と酵母しか使わないぐらいシンプルなパンで、なんか毎日食べても飽きないし、それでいて体にも負担がないような、毎日でも自分でも食べたいものとか食べてもらいたいものっていうパンを焼きたいなと思ってで選んだのがベーグルだったっていう感じなんですけど、どういうお店を自分でしようかなって思ってた時に、アレルギー除去食っていうかっていう堅苦しいものではなくて、普通に皆さん食べてもらえる中にそういうアレルギーをお持ちの方とかも一緒に入ってこう分け隔てなく食べてもらえるものをお届けしたいなっていう気持ちもあって。酵母が一番生き生きと伸びる温度があるので、ちょっとまだ室温が寒い時期なので、少しだけお湯も入れてあげて伸び伸び膨らめる状態の温度にしてあげてるっていう感じですね。セミドライイチジクでくるみとイチジクっていうベーグルがあるので、それのためにちょっと食べやすい大きさにカットしてます。親が自営業で喫茶店やってたので、なんかいつかは自分も飲食に関わるんだろうなっていう思いが漠然と昔からあったんですけど、いろいろ飲食の世界に飛び込んでいくうちにベーカリーに入って、パン作りの面白さとかコツコツ何か一つのことをやり続けるっていう性格と合わせると、こういうふうに一人でパンを作るっていうスタイルが一番自分にしっくりきてるなと思って。どうしても一人でやってると今度生地が発酵が進んでいってしまうので、ちょうどいいタイミングで一人でできる1回の限界が50個みたいな感じなので、クランベリーっていうドライフルーツをあらかじめ食べやすい大きさに刻んでおいたもの、どうしても生地がシンプルで素朴なので、そういうドライフルーツとかそういうので味わいを足してあげて楽しんでもらえるようにと思って。もうね、この間の雨で桜散っちゃったんですけど、
ってて気持ちいいんでね、飽きないですね。後でこう棒状に伸ばしてはい成形するので、そのための下準備として丸いよりもちょっと細長い方が後で成形しやすいので癖づけてあげて、ただの小麦と酵母とお水だったのを一つのパン生地っていうのにまとめてあげる作業みたいな、全然シビアな作業じゃないので。朝の8時ぐらいまで仕事をできるだけ焼き上がってから早い時間にお客さんに届けたいので、乾燥を防いであげて、はい、でこう表面をつるっとして後で綺麗な形にできる下準備みたいな感じです。名前の由来はひらがな4文字で花とねっていうんですけど、はい、漢字で書くと花とねっていうのが、思いとしてはあって、花っていうのは外食とかって結構こうきらびやかだったり味も濃かったり満足感があったり華々しいイメージなんですけど、それとまた別に食事っていうのは体を作る根本のところでもあるので、食事の楽しい華々しい部分と体を作るっていう根っこの部分、どっちも大事にしたパンをお届けできたらなと思って花とねっていう名前にしたんですけど、ひらがなで書いた方が可愛いかなと思って、認知してもらうのが難しいみたいで「羽とね」とかってなんか毎回言われてだから一応ロゴにもお花の部分にはお花がついて、根のところには根っこがついてたりとか、伝われと思ってるんですけど、あんこのベーグルになります。お店で「このあんこはこしあん粒あん?」ってお客様聞かれて「粒あんです」って聞かれて「じゃあやめとくわ」って言われる方もいらっしゃるんですけど、僕としてはちょっと粒あんが好きなのでここはちょっと画を通して粒あんの魅力を伝えるべく。今ここでちょっとカフェとかもうちはかやぶき屋根をもっと見ていただいたりとか、カフェが流行ってるからとかっていうのとまた違う空気感ではやっていきたいなと思ってるんですけどね。これプレーンです。一番シンプルなくるみいちじくかな。なんかやっぱ生地の柔らかさっていうのとくるみのカリッとした食感とドライイチジクの甘みみたいなのが噛みしめるたびに口の中に広がっていって、最後まで飽きない感じがするので、くるみいちじく好きですね。閉じたところの閉じ目がちょっとこうまだ開いてるっていうか、ギュッと締めてあげて、ここがちゃんと締まってないと焼き上げた時にここから膨らんでくるんで。
どこ食べてもグランベーフがあるようにしたくて。お湯の中で茹でてあげることで一気に発酵を膨らませてあげて、それをオーブンで焼き固めるみたいなイメージで、茹でてあげるとその分厚くなったりしないでつるっとした表面になるので、それがベーグルの一番の特徴になる食感につながるんですけど、30秒ぐらいもう入れてあげれば。変な工程ではあるんですけど、まあ16ぐらいになるかなと。ショックで焼き固めるっていうか、あれをそっと置いてあげるとなんかしぼんでいくんですよ。で焼き上がったよってちょっとびっくりさせるぐらいとかにつけてあげると形をキープしてくれるので、全てはパンのためにやってることなんで、夏な仕事であると思います。